もし絶対に別れを受け入れない恋人に追い回されたら、あなたはどこへ逃げますか。2011年11月24日、東京都江東区。暑い、ここから出して、ごめんなさい。マンション9階の一室には、どこか狭い場所に閉じ込められているかのようなこもった女性の声が響いていました。その部屋の中央では、大型のプラスチック容器の上に腰を下ろす一組の男女が、そのうちの一人のこわもての男は、見た目に似合わないおねえ言葉で隣の女に問いかけます。ねえ、あんたちゃんと犬にご飯あげてきた？男の名は浅山克美。オカマとヤクザを掛け合わせたカマヤクザの通称で知られるこの男は、近隣のゲイバーで関わってはいけないと噂されていました。その理由は、この部屋の状況から一目瞭然。浅山が今いる部屋は、自分の元から逃げ出した恋人の実家。彼は自分が腰掛けているプラスチック容器に恋人の母親を閉じ込め、一酸化炭素中毒で殺そうとしていたのです。元恋人を執拗に追い回し、その命まで奪ってしまう男。通称カマヤクザと呼ばれたその男の恐るべき犯行の全貌とは。絶対に別れを受け入れない彼の人格は、過去に大切な人を失った経験からだったんです。おざすけんちゃんです。みやみこです。みこさん、デカ女って知ってます？知らない。ちょっと前にツイッターとかでデカ女がどうとか知らない。要するに身長が高い女性、自分に自信があるタイプもいればさ、自信がない人もいるじゃないですか。はいはいはい。どう思います？どう思います雑どっちもどっちじゃない？どっちも素敵だし、別にコンプレックスに思うことはないんじゃない？全然良くないと思うよ。私もデカ女っちゃデカ女よ。俺もデカ男今回は東京と山形で起こった連続殺人をご紹介。これね、オカマとね、ヤクザを掛け合わせたちょっとね、本当は笑っちゃいけないんですけど、カマヤクザっていうね、言葉があるらしくて。ちょっと語呂が面白おかしい語呂よね、っていうのがあってね、カマヤクザのね、犯人っていうのは、恐怖を覚えるほどの執念で元恋人を追い回し、殺人を犯してしまうんです。カマヤクザっていうその名称はちょっとキャッチーなんだけど、やってることは本当にもう残酷よね。これはいわゆるさ、ストーカー殺人の話なの？ただのストーカーじゃないんですよ。この男に狙われたら自分の命はおろか家族も危ないんです。第一の事件は彼の住まいからは遠く離れた山形県で起こったんです。付き合ってはいけない男。2010年9月、山形県山形市。もう勘弁してくれ。携帯電話の着信画面を前にその手を震わせていた男性の名は篠宮太一さん。画面には浅山克美の名が表示されていました。浅山は同性愛者である篠宮さんの元彼。篠宮さんは DV 癖のある浅山に嫌気がさし、彼の住む名古屋から実家の山形へ逃げ出してきたのです。それから4ヶ月以上、浅山からは毎日大量のメールと着信が届き続けていました。でも着信拒否なんてしたらそれこそひどいことになるぞ。そうやって篠宮さんが怯えていると、その家のインターフォンが鳴り響いたのです。篠宮さんが玄関へ向かうと、そこにはなんと執拗に電話をかけてきていた浅山が。あんたなんで電話に出ないのよ。さっさと名古屋に帰るわよ。まさか実家にまで押しかけてくるとは思わず青ざめる篠宮さん。彼は目の前のその男と出会った頃のことを後悔の念とともに思い出していました。時は2年ほど遡り、2008年10月、名古屋市内のスーパー銭湯を訪れていた篠宮さんは、そこで浅山と知り合いました。そのスーパー銭湯では、同性愛者同士の情報交換の集いが開かれており、2人はその集いに参加していたのです。あんた、この後私とどう？浅山に誘われるまま彼の自宅へ向かい、共に夜を過ごした篠宮さん。恋仲となった2人はその日以来、反同性状態に。そして浅山の恋人に対する異常な振る舞いは、その仲が深まるにつれてあらわになるのです。それは交際から4ヶ月後のクリスマスのこと。あんた何考えてんの？こんな何もないクリスマス初めてよ。篠宮さんのその日の態度に激高した浅山は手にしていたリモコンで彼の頭を殴打。それまで篠宮さんにベタ惚れだったにもかかわらず、この日から激しい暴行を繰り返すようになりました。 DV に耐えかねた篠宮さんは浅山に別れを告げますが、彼はさらに憤慨し、ゲイであることを親や周りにバラすとわめき散らすように、篠宮さんが避けようとしても職場まで押しかけてくるなど執拗につきまとったのです。態度が驚くほど急激に変わったわね。恋人がプレゼントを用意してないっていうのはそれはショックだけどさすがにやりすぎでしょこれは。浅山のこの反応は不安型愛着スタイルと呼ばれるもので、その心理状態は非常に複雑なんです。というわけで本日のメトラキーワード、不安型愛着スタイルについて。
愛着スタイルとは、幼少期の養育者との関係性によって形成される対人関係の傾向。そのうち不安型の特徴は、強い依存心と拒絶されることへの不安、ベタベタに甘える状態と相手を突き放す状態を行き来することなど、相手が離れていくことを不安に思うあまり、そばにいる時は本当に信じて大丈夫かと試す行動をし、離れていくと激しく追いすがろうとします。クリスマスに特別なお祝いをしなかったことで暴れ出したかと思えば、別れを告げられると職場まで押しかけ、執拗につきまとう行動を見せた浅山は典型的な不安型愛着スタイル。この愛着スタイルを持つ人は、幼少期に虐待やネグレクト、親の不仲などの家庭環境に置かれていたケースが多いとされています。浅山のつきまといに困り果てた篠宮さんは、嫌われるためにわざと他の男性と関係を持ったことも。しかしそうした篠宮さんの行動を前にしても、浅山の執着心はエスカレートするばかりで、彼は連日明け方まで別れたくないとわめき散らしました。こうして交際開始から2年を経た2010年5月、睡眠をほとんど取れないその生活に耐えかねた篠宮さんは、名古屋から山形の実家へ逃げ出したのですが、あんたなんで電話に出ないのよ。さっさと名古屋に帰るわよ。山形へ逃亡して4ヶ月後、篠宮さんの実家まで押しかけてきた浅山。この時篠宮さんは無理やり名古屋まで連れ戻されてしまうのです。この後篠宮さんは母親の介助をしなければならないと言って再び山形へ戻り、浅山のことを警察に相談。浅山にはストーカー規制法に基づく警告が出されるのですが、結果から言ってこの行動は逆効果でした。2010年10月2日の夜10時10分、その日も山形を訪れていた浅山は篠宮さんの実家に火を放ったのです。そんなに実家に帰りたがるなら帰る実家をなくしちゃえばいいのよ。篠宮さんの実家は全焼し、その焼け跡からは彼の71歳の父親と69歳の母親の遺体が。一方で放火の明確な痕跡は発見されず、山形県警はこの火災を事故と判断。ストーカーの警告が出されていたにもかかわらず、浅山は捜査対象とならなかったのです。ストーカーしてたってことだけじゃ疑う材料としては不十分だったってことよね。ていうかもう恋人が実家に逃げたから実家ごと燃やしちゃえなんていう発想もぶっ飛びすぎてて信じらんない。本当にこのようにね、浅山は一度ね付き合った相手のことはね、もう地の果てまで追いかけていくというね、異常者スタイルなんです。この不安型愛着スタイルっていうね、この人格っていうのはどのように形成されていったんでしょうか。思い込みと喪失。1966年に山口県で生まれた浅山の幼少期は決して恵まれているとは呼べないものでした。おれこのクソ女が。酒によっては暴れ、母親に対して暴力を振るう父親。浅山には兄と姉が一人ずついましたが、いずれも怯えながらその状況を見ていることしかできずにいました。そんな中、一人だけ様子が違ったのが浅山だったのです。母さんを殴るな。わずか5歳にして母をかばい、暴れる父親の前に立ちはだかった浅山。子供の力で父親にかなうはずもなく、彼はいつもたやすく蹴散らされていました。しかし浅山が中学生の頃になると、いい加減にしろよこの酔っ払いが。体格も大人に近づいた浅山は父親を羽交い締めにし、母への暴力を制し、息子が力をつけたことを思い知った父親は以降母親に暴力を振るうこともなくなったのです。この時浅山は強くこう思ったといいます。力でねじ伏せれば人は簡単に言うことを聞くんだ。お母さんを守ろうとしたっていう動機はすごい立派なんだけどさ、経験としてはもう本当に勘違いになっちゃったわね。父親にね、力で打ち勝ててしまったことが悪い意味の成功体験になったんです。一方でね、父親の暴力から家族を守ろうとしていた浅山っていうのは家族思いだっていう面でもありますよね。この後そんな彼にとって耐え難い悲劇が訪れるんです。実家があまり裕福ではなかったこともあり、浅山は中学を卒業するとすぐに美容師を目指して上京。下積み時代を経て様々な土地で店を転々としながらヘルプの美容師として働いていました。また浅山はこの頃から同性愛者であることを自覚し始め、ゲイバーへ通い詰めるように。そうやって真面目に仕事をしつつ楽しんで暮らしていた浅山に予想外の知らせが飛び込んでくるのです。その知らせとは25歳を迎えた兄が自殺したことでした。さらにその数年後には母親が癌で他界。浅山はこの頃から様子が変わったといいます。もうこれ以上俺から大切な人を奪わないでくれ。そう、大切な家族を相次いで亡くしたその経験が親密な相手との関係に極度の不安を覚える不安型愛着スタイルの人格形成につながったと考えられるのです。精神状態が不安定になった反動からか、浅山はその要望を大きく変え、全身に和彫りの入れ墨を入れ、女装姿をトレードマークに。名古屋に定住していた浅山はその奇抜な格好で行きつけのゲイバーへ繰り出すのですが、店側からは煙たがられていました。
彼は好きな相手にはとことん世話を焼きますが、気に入らない相手には極端に攻撃的。私に話しかけるんじゃないわよ。とっとと出て行きな、このクズが。酒を飲むとおねえ言葉で他の客に絡み、たびたび人格否定のような暴言を浴びせかけていました。自分を完璧な人間などと語って他人を見下し、客を追い出してはいつも店を困らせていたのです。ゲイバー以外でもビデオ店で万引きをし、それを咎めた19歳の女性店員の顔面を殴りつける暴力事件を起こしたことも。そうした穏やかではない振る舞いから付けられた通称が鎌ヤクザ。このように浅山は次第に周囲から敬遠される存在となっていきました。しかしそんな中でも一人だけ例外の人物がいたのです。その人物こそが後に妻となるさゆりでした。妻？同性愛者じゃなかったの2人は浅山の性的趣向を理解した上で愛のない結婚をするんです。浅山とさゆりはもともと互いに犬好きだったことから意気投合した友人同士。一時期は2人でお金を出し合って共同で犬を飼っていたこともあるほどの深い仲でした。さゆりは外見はイケメンの浅山に好意を抱いていたとも言いますが、彼女は浅山の恋愛対象が男性であることも知っていました。そのため2人の関係が恋愛に発展することなど想像もしていなかったのですが、ある時浅山から予想外の提案をされるのです。さゆり、私と結婚してほしい。さゆりは唐突なプロポーズにあっきに取られますが、そこに愛などありませんでした。浅山が彼女との結婚を望んだのは、同性相手に逃げられてしまい飼い犬の世話をする人がいなくなってしまったため、要するにさゆりと結婚して一緒に暮らせば犬の世話係としてちょうどいいと彼は考えたのです。でもそんな理由で結婚なんて。さゆりは当然のごとく返答に悩みました。すると浅山はこう言ったのです。もしあんたが結婚を拒むなら犬を殺すわよ。浅山にそう脅されたさゆりは大の犬好きだったこともあり、プロポーズを断れなくなってしまいました。またさゆりは当時34歳、父親が癌の闘病中で早く花嫁姿を見せたかった気持ちも後押しし、浅山との結婚を受け入れることにするのです。そして浅山がさゆりに結婚を持ちかけたのは、単に彼女を犬の世話係にしたいという理由だけではありませんでした。さゆりは外車販売の仕事をしている高級取り。結婚後は浅山の生活費をほとんど負担させられ、金づるのように扱われるのです。さらに浅山は機嫌が悪いと木の棒でさゆりを殴りつけたり、髪の毛を引っ張って床を引きずり回したり、中学生時代に父を暴力で制した経験から、力でねじ伏せれば人は簡単に言うことを聞くと思い込んでいた浅山。彼は妻のさゆりのことも暴力で押さえつけようとしたのです。犬の世話となり自分の生活費を負担させるために結婚するだなんて、どんな自己中男よこいつ。完全にね、自分が中心で世界が回ってますよね。この後ね、浅山が起こす第2の事件には妻のさゆりも関わってくるんです。その犯行内容は人の心があるとは思えないほど残虐極まりないものだったんです。人でなし。2011年2月、それは浅山が山形県で元恋人の篠宮さんの両親を衝殺してから4ヶ月後のこと。結局捜査線上に上がらなかった彼にはその後新たな恋人ができていました。恋人の名は米山茂さん。米山さんはここから3ヶ月ほど浅山夫婦と同居するのですが、飼い犬を可愛がってくれないという理由で夫婦から暴力を振るわれるようになり逃走。浅山の執念深さを知っていた彼はカプセルホテルなどを転々としながら身を潜めていました。浅山はその間、米山さんの東京の実家へ何度となく押しかけ、彼の76歳の母親を脅迫。さっさと茂に会わせなさいよ。どうなっても知らないわよ。茂はここにはいません。帰ってください。米山さんの母親は脅しに屈さず浅山を追い返していたのですが、その態度が彼の逆鱗に触れてしまうのです。熱い熱い、ここから出して。ごめんなさい、ごめんなさい。2011年11月24日、東京都江東区に立つマンションの一室には何かに閉じ込められているような高齢女性のこもった叫び声が繰り返し響いていた。その部屋には浅山とその妻さゆりの姿が。あんたちゃんと犬にご飯あげてきた？大丈夫、ちゃんとあげてきたから心配しないで。部屋に響く悲鳴とは打って変わって取り留めもない会話を交わす夫婦。彼らが腰を下ろしている大型のプラスチック容器には米山さんの母親と火のついた練炭が押し込められていた。お願いします。ここから出してください。熱い熱い。その悲痛な叫び声が聞こえなくなるまで浅山とさゆりは何事もなかったかのようにその部屋でくつろいでいた。
事件当日、浅山は妻のさゆりと共謀し、米山さんの母親が住むマンション9階の部屋にベランダから侵入。米山さんの母親が帰宅したところを襲い、結束バンドで縛って大型のプラスチック容器の中に閉じ込めました。その中で練炭を燃やし、彼女を一酸化炭素中毒で殺害。灯油をまいて火を放ち、その部屋を後にしたのです。浅山が用があったのはさ、米山さん本人に対してでしょ。なんでその米山さんのお母さんをこんなひどい殺し方する必要があるのよ。浅山はね、お母さんとお兄さんを早くに亡くしていて、家族を失うことの辛さをね、人一倍分かっていたのかもしれないんです。だからこそ、一番ね、精神的苦痛を与えられる方法として、親を狙ったんじゃないかと言われてるんです。米山さんの実家に放火した際、浅山は次のように考えていました。山形の時も事故で片付けられたし、今回も大丈夫よ。しかし現実はそこまで甘くはありません。警察は現場マンションの玄関の鍵が開いていたことと、台所に灯油が撒かれていた跡があったことから、放火殺人の線で捜査を開始。事件後、浅山は米山さんの行方を調べるために、本人を装って住民票の写しを取得しており、このことから疑惑の目を向けられるのです。事件から2ヶ月後の2012年1月5日、警察は私文書偽造とストーカー規制法違反の容疑で浅山と妻のさゆりを逮捕。取り調べを進めるうち、米山さんの母親の殺害、さらに山形での殺人事件についても事実が明るみに出され、夫婦はそれぞれ殺人罪で起訴の運びとなります。そして勾留期間中の3月25日の夜9時5分頃、原宿警察署の拘置施設にいた浅山は紐状にしたシーツで首を吊りを図りました。この時、一時意識不明の重体となったものの一命を取り留めた浅山。計3人を殺めた彼は自身のこの先の運命を悟り、最後のあがきともいえるその行動に出たのかもしれません。2012年11月13日、妻のさゆりに下された判決は懲役18年。裁判中、彼女は夫に操られていたという旨を話していましたが、結局は控訴せず判決を受け入れました。そして翌年の6月11日、浅山は死刑判決に。浅山は山形での放火の動機について、篠宮さんの実家ではなく隣にあった染め物工場を燃やし家業を台無しにするつもりだったと主張。実家にいた両親への殺意はなかったと話しましたが、その言い分が認められることはありませんでした。その後、浅山は控訴上告をしていますが、いずれも棄却。現在は東京拘置所にて死刑を待つ身となっています。恋人が別れを切り出すことを決して許さず、執拗に追い回した挙句、その家族を殺害してしまった浅山。不安型愛着スタイルと定義づけられているように、親しい人が離れていくことに彼のような極端な拒絶反応を示す人は少なからず存在します。皆さんは浅山のように別れを受け入れない相手に困った経験はありますか？その時どのようにしてその相手との縁を切りましたか？おっそっす。皆さんいつもね、アルゴメトリをご視聴いただきありがとうございます。改めてなんですけど、この度ね、恵比寿の西口ね、徒歩、5分ぐらい、日比谷線4番出口から10秒ぐらいですかね、のとこに、シーシャバーシュメルっていうね、店をね、オープンしたんで、ぜひね、皆さんね、ご来店いただければと思います。今まではですね、僕とヤミコさんとかね、実際公開収録でね、使わせていただいたりとかね、したんですけど、週に2、3ぐらいはね、僕はいますと、ヤミコさんはね、稀にいると噂されてるんですけど、ぜひね、この2人に会えた時にはね、声かけていただければと思います。今のところね、2、3割は視聴者さんなんですよ。で、声かけてくれて、一緒にね、写真を撮ったりとか、そういったこともできるんで、特に C 社好きな方とかね、C 社行ったことないよって人でもね、もちろんうちのメンバーが教えたりもできるんでね、ぜひね、来ていただければと思います。